放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第17話、進化の力。再び大剣が振り下ろされ、轟音が響いた。シグルドの鋼の剣がそれを受け止めた瞬間、金属が悲鳴を上げ、火花がほとばしった。重い両足が石畳にめり込み、膝がくしむ。押し返そうにも、まるで山そのものとぶつかっているかのような圧力だった。シグルド、ユーマは反射的に飛び込み、槍を突き出した。防御を無視する天保寺の一撃が戦鬼の胸を貫いた。蒼白の光を帯びた歯が鎧を貫き、魚体を突き抜け生と突き抜ける。天保寺の槍防御など意味をなさない。どんな堅牢な装甲であれ、必ず突き破り内側へと到達する。この槍を手にして以来、通じなかった敵など一人も存在しなかった。だが、止まらない。確かな手応えがあったにもかかわらず、戦鬼はひるまない。胸を貫かれたまま、巨大な斧を振り下ろしてきたのだ。ユーマはとっさに横へ転がり、土煙を上げる。大地がえぐられ、砕けた石片が雨のように飛び散った。血が流れていない。確かに槍は通ったはずなのに、まるで痛みという概念が存在しないかのように。聞いてないのか。ユーマが目を見開いた瞬間、戦鬼の大剣が横なぎに走る。シグルドがとっさに受け止めるが、その衝撃だけで吹き飛ばされ、倒壊した家屋の壁に叩くつけられた。シグルド、言いなが矢を放つ。彼女の矢は青白い尾を吹き、戦鬼の視界を割いた。だが矢もまた肉を裂く感触を残さず、鎧に当たって折れるばかり。戦鬼は一別さえせず、ユーマに向かって突進した。大地が砕け、石畳が跳ね上がる。その速度は巨体からは想像できぬほど鋭い。速い。ユーマはかろうじて槍を盾に構え、突進をそらした。だがかすめただけで体が宙を舞い、手牢の崩れた石壁に叩くつけられる。肺の空気が一気に押し出され、視界が白く引けた。ユーマ、言いなが叫び、梁の上へと飛び移る。そこから弓を吹き絞り、狙うは戦鬼の目。矢は一直線に赤い光を射抜いたはずだった。間違いなく矢は眼下に突き立っている。しかし戦鬼は瞬く一つで砕く捨てた。痛みもひるみも何もない。まるで痛みを知らないビーナの声が震える。その瞬間、戦鬼の赤い太みがギョロリと上を向いた。やばっ。地面が砕ける音とともに、戦鬼が跳躍した。キャー。振り下ろされた大剣が梁を粉砕し、イーナの体が宙を舞う。イーナ。ユーマが飛び込み、卓抱えたまま転がるように着地した。背後では家屋が崩れ落ち、土煙が空を覆う。大丈夫か。なんとか、ありがとう。助かったにゃ。息を整えながらも、イーナは矢を握り直す。ユーマも立ち上がり、槍を構え直した。だが、黒き戦鬼は歩みを止めない。無表情のまま、淡々と大剣を振るい続ける。どれだけ貫こうが、打ち込もうが、叩き切ろうが立ち上がる。それはもはや戦闘というよりも、破壊そのものだった。威勢も痛みも存在せず、ただ敵を粉砕するためだけに組み上げられた兵器。冗談だろ。ユーマは唇を噛みしめる。広場全体がそのような存在感に支配されていた。シグルドが地に膝をつき、剣を杖代わりに立ち上がる。あの化け物を倒すには何か工夫がいるようだな。ユーマはうなずき、ビーナと視線を交わす。息が詰まるほどの緊張感の中で、次の一手を模索するしかなかった。戦いはまだ終わっていない。3人は完全に追い詰められていた。ヒーン、カキン。戦場に響くのは金属と金属がぶつかる轟音。シグルドの剣が火花を散らし、ユーマの天保寺の槍が鋭い弧を描く。しかし黒
あと3人を削っていく。シグルドが正面から突っ込むたびに衝撃で地面が裂けた。そしてついに彼は吹き飛ばされ、石畳に血を吐いて倒れ込んだ。シグルド、イーナが悲鳴を上げ、ユーマが間に入って反撃する。だが戦をにわびくともしない。兜の奥に覗くのは空虚な闇。そこからは感情のない視線が突き刺さる。ユーマ、崩れた瓦礫にもたれながらシグルドが唇をつり上げた。俺がおとりになる。お前らが仕留めろ、うちゃら。ユーマが叫ぶ間もなく、シグルドは雄たけびを上げて突撃した。大剣を掲げ、真正面から戦鬼の一撃を受け止める。火花が吹け、轟音が夜を裂いた。その背中を見て、ユーマとリーナは迷わず動いた。ユーマは槍を地に突き立てて、手のひらに力を込める。リーナ、矢を俺の進化で強化する。わかった。リーナの声は震えていたが、瞳は決意に燃えていた。彼女は最後の一本を鶴にかけると、ユーマが手のひらを重ねる。行くぞ、進化。次の瞬間、矢が淡い青光を帯びる。渦を巻く光の粒子が手のひらの熱と呼応するかのように再構築され、青円をまとう新たな葉として生まれ変わった。これはリーナが息を飲む。青い高層光の矢、特性絶抜きの極意敵を精密に射抜き、確信を捉える。特性青円の加護不祥時に青白い炎の魔力をまとい、命中時に呪いを断ち切る力を付与。呪いを断ち切る矢だ。俺の槍とお前の矢でしか貫けない。ユーマは短く告げ、天星の槍を握り直した。シグルドが渾身の力で戦鬼を抑え込む。グッカー、今だいけー。ユーマは全力で投げ放った。青い光をまとう槍が空を裂き、後つ遅れてリーナの矢がその軌跡を追う。槍は胸の鎧を貫き、矢はその隙間を正確に射抜いた。切な戦鬼の身体が硬直する。轟音とともに閃光が炸裂し、兜が砕け散る。呪いの鎖が断ち切られたかのように、黒煙が渦を巻いて飛散した。甲冑に亀裂が走り、次の瞬間、焦るように砕け散った。中から現れたのは虚無の残響。